今回はパリ肉を紹介。サクッといっちゃおう。イエーイ。ストラスブール・サンドニ駅。パリの2区、3区、10区にまたがるメトロの駅からスタート。パリの2区は一番面積の小さい区。この区の特徴は個性豊かなパサージュが集中しているところ。パサージュとは、パリによく見かけられる大通りの間をつなぐ屋根のついた工事で、19世紀のパサージュというとレトロで静かな美しさを連想する人が多いかもしれない。日本でいうところのアーケードの商店街のようなものなんだけど、形態的には似ていても雰囲気はかなり異なる。パサージュ・デ・ポンソー。ここは1826年にできたパサージュの中では古い部類だけど、その内部は美しさとは無縁で殺伐とした雰囲気が漂っている。今では繊維業者の卸売りの店と業者向けの料理屋があるだけで、補修工事もほとんどされておらず、がらんとした寂しい空間だけが散策者の来訪を無表情で待っているかのよう。このパサージュが190年近くも残っていて、時が止まった世界をゆっくり散策できる。パリという街が生み出す不思議な歴史の深みを感じる。パサージュ・ド・ケール。歴史を感じさせないパリ最古のパサージュ。壁面にはエジプトのツタンカーメンのような彫刻が飾られ、その下に薄暗い通路がどこまでも続いている。歴史を感じさせるものは残ってなくて、テナントもいわば業者同士の商業のみが成り立っている空間。当時のガイドブックでも評価はとても低かったらしく、パリの長さだけが注目されていた。その長さは今でも健在で、パサージュの入り口も複数あり、一度入るとまるで迷宮に入り込んだような気分。
パサージュ・ドゥ・ブール・ラベ。1828年に作られ、当時は今よりも長いパサージュだった。周辺の道路が開発されるにつれて、パサージュの長さが削られ、今では47メートルの長さしかない。時代の変化とともに衰退が進み、火災が発生、そして金銭的な理由でなんとその後何年もほとんど放置され、やっと2002年に7年をかけてリノベーションされ、こうして今は派手さはないけど趣のある静かなパサージュとなっている。パサージュ・ド・グラン・サーフ。職人のアトリエやアーティストのショップが多く並ぶパリでも珍しいパサージュ。1825年に作られたと言われているけど、実は正確なオープン時期ははっきりしない。宝飾デザイナーによるアクセサリーショップやアフリカの工芸品のギャラリーなど並んでいて、手芸店では手芸教室も開かれている。またヴィンテージのメガネショップやインテリアショップ、アンティークショップなども並び、ウィンドウを眺めるだけでも楽しい通り。ル・グランレックス。ヨーロッパ最大かつ最も壮大な劇場の一つ。7つの大ホールを含む2つの上映室があり、100人から500人の観衆を収容できる。モダンな客室のほか、クラブ、レックスクラブ、美術館、スタジオもある。パサージュ・ド・パノラマ。モンマルトル大通りにひときわ大きな抜け道が、それがこちらのパサージュ。パリに残る最古のパサージュの一つで、今から200年以上前の1800年にオープンし、現在も営業。小切手や古写真などのマニア向けの店が多く集まり、魅力に引きつけられた人々が今日も訪れている。
メイソン、レートがお得で手数料もないと評判の両替所。パリに着いたらまず日本円をユーロにって方におすすめ。ナポレオン時代に建設された旧証券取引所。パリの中心部にあり、パリの遺産の重要な記念碑であり、象徴的で権威ある場所。現在は会議やセミナーの場として活用されている。ラ・テッド・ダン・レ・ヌアージュ、複合娯楽施設、いわゆるゲームセンター。建物は地下にあり、天井は高く、明るく広々とした印象を受ける。テレビゲームだけでなく、ミニボーリング場、ビリヤード台などもある。オペラコミック座、パリの劇団名および劇場名。コミックとは日本語では漫画だけど、滑稽という意味で捉えてもらって、喜劇を専門的に上映する劇場。ナポレオンの制作でセリフと歌で構成される多くても3幕仕立ての軽い喜劇を上映する劇場とされた。スターバックスオペラ店、インスタ映え必須の豪華な宮殿風スタバ。外見は至って普通のスタバ。しかし奥に行くと豪華な宮殿風の内装が目の前に広がる。シャンデリアや天井絵画、大きな鏡やゴールドの装飾に囲まれ、まるでタイムスリップしたような感覚に陥る。ソファーでゆっくりするもよし、テーブルでデスクワークするもよし。フライビューパリ、エッフェル塔やパリのモニュメントの上空を飛行するパリ最先端の VR アトラクション。空中散歩しているかのような体験ができる。コースには12分コースと24分コースがあり、チケットは1人15ユーロからというお手頃価格も魅力的。
ベーグルステイン、チェーンのベーグル専門店。バンズはパン職人によって練られ、肉屋から新鮮な肉を仕入れし、手作りで作られる。メニューは豊富で、ベーグル以外にもスープ、サラダ、デザートや焼き菓子も販売。フィットネスをチョイス。トッピングは低脂肪のクリームチーズ、キュウリ、トマト、胸肉とオニオン。バンズはサクサクで軽くあっさりした味。観光で街歩きをする方におすすめの軽食。キヨコ。1972年創業のパリで最も古い日本食品店。幅広い品揃えで在仏日本人はもちろん、フランス人消費者やヨーロッパ諸国のレストランも利用する。ブックオフ。日本でもおなじみのリサイクルの本屋。ジャンルも様々で、古本だけでなく新書の雑誌なども扱っている。日本語や日本の漫画、日本の文化に興味を持つフランス人も増加中。そしてブックオフの店内から見るパリの街は斬新。パサージュ・ショワソル。1827年にオープン。当時はパリ随一の盛り場だったパレ・ロワイヤルと、新しい盛り場として話題を集めていたグランブールバールの間にあり、2つの盛り場の通り抜け道として利用された。建造で知られる日本人デザイナー高田健三さんがパリで最初のブティックを開いたのがこちらのパサージュ。他のパサージュと比べると庶民的な印象で入りやすく、現在も活気あふれる地元の商店街として賑わっている。スクエア・ルーボア。19世紀に建設された高い木々と壮麗な建物に囲まれた広場。クラシカルな噴水の周りにはベンチが置かれている。子連れで訪れても楽しい遊具が配置されている。BNF リシュリー館。世界で最も重要な図書館の一つと言われている歴史的価値の高い書物が眠るフランス国立図書館。
起源は1367年と非常に古く、もともとはフランス国王シャルル5世が設けた王室文庫に始まり、後に続くフランスの要人たちが歴史を絶やすことなく蔵書を増やしていった。今日ではパリ市内に5カ所の図書館が存在し、合計の所蔵数は約4000万点にも上る。ギャルリー・ヴィヴィエンヌ。当時より現在に至るまでパリで最も綺麗だと言われるパサージュ。1823年に建設され、特に晴れた日はガラス屋根から降り注ぐ光が床の大理石のモザイクを柔らかく照らし、とても綺麗。1974年7月7日に歴史記念物に登録されてから旅行者にも人気が出るようになった。老舗のワイン屋やティーサロン、インテリア雑貨屋があり、落ち着いた雰囲気がとても魅力的。ウィンドウズショッピングをしながら優雅に散策、そしてカフェで一休み、ゆったりとしたひとときが過ごせる。ノートルダム・デ・ビクトワール・バジリカ聖堂。フランス語で奇跡がある教会をバジリックと呼び、イル・ド・フランス地方にある10の小さな大聖堂の一つ。モーツァルトもパリ滞在の時は訪れ、ローマ法王、マザー・テレサなどたくさんの聖人が訪れている。大理石製の絵馬がたくさんあり、約3万7000枚の奉納版絵馬がある。ビクトワール広場。太陽王と知られるルイ14世の騎馬像がある美しい円形の広場。ルイ14世の軍事的勝利を記念してこの場所が捧げられた。周囲にはクラシックな建物や高級店が立ち並び、他の広場と比べて小さいながらも魅力的な空間が広がっている。
ストレー。パリで最も古いと言われているパティスリー。1730年の創業以来、その名声を保ち続けているのは伊達ではなく、フランスの史跡にも指定されている内装は一見の価値がある。今回購入したのはエクレアオキャラメルとババオラム。まずはじめにババオラム。ストレーの名物は何といっても創業者であるニコラ・ストレーが生み出したババオラム。ブリオッシュ生地にラム酒を染み込ませたちょっと大人なケーキ。大抵は生クリームやフルーツが添えられる。アルコールの匂いがふわっと香るから最初はびっくりするかもしれないけど、しっかり甘いデザート。2つ目、エクレア・オ・キャラメル。人気なのは有名なババだけど、個人的にはエクレアもおすすめ。シュー生地はふんわりと柔らかく、クリームは思いのほか甘さ控えめで、上掛けの甘いキャラメルとのバランスが絶妙。いかがだったでしょうか。パリ歩き2区紹介。パリの中心部近くに位置し、有名観光地へのアクセスも抜群の上、日本人街もあり馴染みやすいエリア。フランスらしさと日本の懐かしさを両方味わいたい欲張りさんにおすすめ。今回紹介したパサージュにも足を運んでみてください。それでは今回はここまで。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあまたね。